こんにちは、4丁目陽子食堂です。今回は担々麺。それでは材料を説明します。まず味の決め手となるごまだれの材料、練りごまとお醤油、それからお酢、ラー油です。あとは鶏ガラスープを別で作るんですけど、これ鶏ガラスープ、本格ガラスープの素、シャンタン、ソーミシャンタンですね。これあとは担々麺といえば上に乗っかっているひき肉の具、これは豚ひき肉。今日はたっぷり4人前なので、1人 100g ずつ食べたいなということで 400g。 甜麺醤、甜麺醤、これどこででも手に入りますね。ここで入るかな。にんにくと生姜、それにもお醤油が入ります。あとはお好みで粉山椒、こういうのみんな見たことあるかな。うちたまたまこのミルで引くタイプがあったので、どちらでも大丈夫です。粉山椒、粉山椒、それが、肉味噌の分量。あとは大事な、毎回登場するこの札幌生ラーメン、入ってるかな。これだけです。すみません、それから忘れてました。上に乗っける具材でチンゲン菜、今日こんなちっちゃな可愛いチンゲン菜です。あとは上に白髪ネギを乗せていきます。はい、今ちょっと半分切ってみたんですけど、ちょっとやっぱり4人分にしては少ないので1本白髪ネギいきます。このまま出来上がりに上に乗っけてもいいんですけど、これ一回水にさらした方がなんか少しくるりんとなって、苦味かな、辛みも取れていいみたいなので、今日は水にさらします。10分ぐらいかな、置いておきます。次に、にんにくと生姜をみじん切りしていきます。これはお肉味噌を作るときに一緒に入れて炒める分です。ちょっと皮を剥きますね。よいしょ。皮を剥いて、ちょっとここに傷があるので切っておきますね。あら、少なくなっちゃいますね。はい、それではみじん切りしていきます。はい、こんな感じで大丈夫です。次は生姜、皮を剥いていきます。にんにくが残ってるままで大丈夫です。はい、こんなもんでいいと思います。それではごまだれを作っていきます。まずは純練りごま。これは一応1人これ 120g で1人 30g の計算になるんですけど、もうちょっと 40g 入れてもいいかなと思う。たまたま 120g だったので今日はこれ全量入れてしまいます。いきます。こんな感じです。まだ出るかな。はい、これが 120g です。次にお醤油が大さじ4です。はい、お醤油大さじ4です。次にお酢が、大さじ2いきます。それからラー油です。今日はどうしよう、大さじ2杯入れてみます。はい、大さじ1杯。しかもこれちょっともうなくなってますね。1杯半しかないですね。ちょっと新しいものに変えます。少々お待ちください。はい、これで半分入れて、今日は大さじ2杯のラー油です。これを混ぜ合わせておきます。ちょっとスプーンで混ぜてたんですけど、やっぱり油があるので混ざりにくいので、しっかり混ぜたいので、ここは泡立て器でしっかり混ぜておきます。こんな感じです。全然違いますね。ドロリン。あ、美味しそう。ドロリン。こんな感じです。はい、それでは肉味噌を作っていきます。まずはごま油少し入れます。そして火をつけます。はい、そしたら先ほど切った生姜とちょっと手で入れます。にんにく入れて、少し香りが出てきたらひき肉を入れて炒めて味をつけるだけです。少し香りが立ってきたらひき肉を入れます。あんまり
すると焦げてしまうのでさっさと入れてしまいます。わあ、たっぷり。あ、カニが入ってカニがよいしょ、出ましたね。これで、全体的にお肉が白くなるまで火が通るまでこう切りながら炒めないとお肉塊、せっかくのキムチが塊になってしまうので、こう混ぜながら全体に色が白くなるまで炒めてください。はい、こんな感じで全体的に白くなったら味をつけていきます。一旦火を止めます。本当は調味料って先に合わせてから、入れるのが基本なんですけど、洗い物も増えるし、私はもういつもこのまま入れます。お酒がなんだったかな、大さじ2杯。それから甜麺醤、これは担々麺の味の決め手になるので必ず入れてくださいね。大さじ1杯2杯、これも2杯入れます。はい、あとはお醤油を大さじ1杯、そしてこれはお好みなんですけど山椒、今日はこのミルで引くタイプで入れます。出てるかなこれ、あれれ、あんまり出ない。チェンジ、いつものやつにします。山椒の粉、これいきます。私はたっぷり入れたい派なので、そうです、マックス大さじ1か2まで入れて大丈夫だと思います。私は今日これくらい入れます。はい、気をつけます。あとはこの汁気がなくなるまで炒めるだけです。はい、こんな風にお汁がなくなってきたら火を止めます。ちょっとツヤも出てきました。これが担々麺の上に入れるひき肉です。パラパラパラ。今日は全部お水でも、鶏ガラスープでもいいんですけど、今日はヘルシーに豆乳を入れていきます。4人分で、400cc 入れます。全部豆乳にしたいところですけど、ちょっとそれでは濃すぎるので、どこかな、ここかな、余ってた。はい、400。豆乳を400入れます。それではこのスープに火をつけていきます。ついでに麺を茹でるお湯も沸かします。これ豆乳が入っているので、沸騰する前にちょっと弱火にしておかないと、これまたなんか分離して様子がおかしくなるので、そこだけ気をつけてください。麺を茹でるこちらの鍋、お湯が沸いたら麺を茹でるより先にチンゲン菜を同じこのお鍋でもうさっと1分間茹でて取り出してから麺を茹でて、お鍋の節約をしたいと思います。スープとお湯が沸く間に忘れてましたけど、このごまだれの中にネギのみじん切りを入れたいので、それをカットします。正しいみじん切り習ったことないな。みんなどうやってるんだろう。いきます。はい、こんな感じです。だいぶスープも温まってきましたので、沸騰する前にちょっと止めておきます。麺を湯がく間に。麺、じゃじゃん、この札幌生ラーメン、これをまた今回も使います。今回は1人分入れます。その前に、そうでした、麺を茹でるお鍋、お湯が沸いたらこのチンゲン菜1人分先に1分間茹でておきます。1分経ちましたので、このチンゲン菜取り出しておきます。それでは麺を湯がきます。パラ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 。そしてこのまま2分間、麺が茹で上がる前に、この丼にこのごまだれの4分の1量入れておきます。こんなもんかな、もうちょっとかな、これくらいですね。そしてこの中に先ほど切ったおネギをチャッチャッ入れておきます。水にさらしていたこの白髪ネギちゃんを入れてスタンバイしておきます。こんな感じになりました。麺が茹で上がりましたので、ざるにあげていきます。鶏ガラ豆乳スープも温まってきましたので、これ
れはあとは丼に入れるだけなんですけど、ちょっと味見してみます。マイルド、美味しいです。これを丼に注いでいきます。それではこの豆乳スープをこの丼に注ぎます。300ぐらいだからこんなもんかな。そしてよくこのごまペーストを溶かします。2面を入れまして、美味しそう。肉味噌をまずます。たっぷりですね。おお、チンゲン菜をどうしようかな、こういう感じにしようかな。はい、担々麺の完成です。